皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回は久々にハードオフで見つけたジャンク品のご紹介です。おお、なんか久々感あるわね。それでは早速見ていきましょう。今回購入したのはこちらになります。ASUS のランページ3フォーミュラーになります。2010年に発売された X58 チップ搭載のハイエンドマザーボードになります。当時は35,000円ぐらいで販売していたみたいです。で、これはいくらで買ったの？はい、こちらはハードオフで、4400円で購入しました。ジャンク理由は？ソケットのピン折れらしいです。でもまあ箱と付属品が揃ってるっぽいので、今回購入してみました。確かにこの世代で箱付きで、付属品まで入ってるのは珍しいかもね。いつも青箱にマザーボードだけポンって感じですからね。もしくはショーケースに飾ってあるかよね。ですね。それでは付属品を見てみましょう。こちらが付属品になります。いっぱい入ってたので詳細は割愛します。いやちゃんと紹介しなさい。すみません、付属品はこんな感じでした。全部説明すると長くなりそうなので、各名称は言いませんが、ユーザーマニュアルに記載されている付属品は、すべて入ってました。おお、ということは本当に付属品完備だったの？みたいですね。10年前のマザーボードとはいえ、ここまで揃っていると気持ちいいものですね。なかなかジャンクでは見ないわよね。ですね。では続いてマザーボード本体を見ていきましょう。さすがハイエンド。箱もしっかり閉まっていて、なかなか出せませんでした。はい、こちらがマザーボード本体となります。おお、赤と黒でかっこいいわね。そうですね、10年前とはいえ、マザーボード本体に電源スイッチもついてますし、何よりこの光沢感がすごいですね。では簡単にマザーボードのスペック紹介。チップセットはインテル X58 プラス ICH10R で、ソケットは LGA1366、インテル Core i7 エクストリーム Core i7 に対応。大きさは ATX で、メモリは6本、トリプルチャネルサポートをしています。対応メモリはこのようになっています。つまり 4GB×6 本が最大ってことかな。ということですね。PCI スロットは、PCI Express ×16 が3つ、PCI Express ×1 が2つ、PCI スロットが1つとなっております。×16 を3つで使うときは、×16×16×0 もしくは、×16×8×8 となるそうです。3way を使ったことがないのでよくわかりませんが、背面はこのようになっております。さすがハイエンド、USB の数が異常なほどありますね。こんなに使う？まあないよりはいいかもですね。では続いてピン折れを見ていきましょう。シュラララ。それではピン折れ状態を見ていきましょう。このソケットカバー開けにくい。カバーの付け外しでピン曲げたりしちゃいそうね。結構ドキドキしてます。はい、こちらが今回のピン状態になります。これ大丈夫？ですね。2箇所ほどおかしなピンがありますね。これ、ピンついてるの？かろうじてピン自体はありそうです。いろんな角度から見てみましょう。なんかこの辺も怪しいわね。いかがでしょうか？ぐちゃぐちゃではないけど、何箇所か気になるところはあるわね。そうですね、これだとさすがに。修理するんでしょ？とりあえずまずは動作確認してみますか。CPU を取り付けて。CPU は i7-930 です。CPU 逆さまだったのね。セット完了しました。CPU の取り付けシーンしかないじゃん。それでは実際に動かしてみましょう。スイッチオン。勢いよくグラボのファンが回り始めました。おお、あとは画面に映るかね。さて、映るかな？まさか出力なんてしな。うったー。まさか普通に映っちゃいました。こちらが BIOS 画面となります。CPU もメモリもとりあえず問題なさそうですね。じゃこのまま OS 入れるの？そうしようかなと思ったんですが、とりあえず先にピンを修理してみようかなと思います。CPU を外して、直していきたいと思います。使用するのは先が曲がってるピンセットを使用していきます。角度的に折れ具合が見にくいですが、ピンをいじる様子をよかったら見ていってください。目がしょぼしょぼしそう。
ここから1分ぐらい倍速で修理の様子を流します。どんな風にやってるか参考になれば見てください。見たくない方は6分過ぎまで飛んでください。1本目はこんなもんで。修理終わり。シュラララ。一応修理した後はこんな感じになりました。上の方はかなり丸まっていたので、ピン先が出るようにだけしてみました。さっきシュラミちゃんが言ってた。この辺は手をつけていません。ピンをいじった結果動かなくなるって可能性もあるわよね。あると思います。ということで、再度起動確認してみましょう。スイッチオン。ファンは回ってるわね。さて画面は。あれ、出ない。もしかして余計なことした？とりあえずピンをいじったけど BIOS までは大丈夫でした。ではこのまま Windows を入れてみました。とりあえずタスクマネージャーを見てみたんですが、CPU もメモリもしっかり認識していました。映像にはないんですが、メモリスロットも全スロット平気でした。あとこの後耐久ソフトも試したんですが、特にエラーも吐くことなくクリアしました。じゃあ全然普通に使えちゃうのね。ですね。シュラララ。はい、ということで今回は、ハードオフで購入した、ピンオレジャンクマザーボード、ASUS のランページ3フォーミュラーのご紹介でした。今回も LJ だったわね。ですね。箱や付属品も揃った状態で、4400円ならありだったかなと思います。あれ、そのランページの後ろに見えてる ROG は何？シュラミちゃん気づいちゃいました。次回の動画も同じ ROG マザーボードの動画なんですが、こちらはなんとインテル第8、第9世代対応のマザーボードになります。第8、第9って今でも現役で使えるんじゃ。それはまた次回のお楽しみです。ということで、ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん。じゃんけん。ポン。またね。